渓谷部、密かなパワースポット、岩神神社。これちょっと見ていこうか。今回狼の日本狼を訪ねるというやつで来たんだけど、ここは奈良県の吉野村ですね。静かなパワースポット、岩神神社。なんか岩あるんやな。めちゃくちゃでかい岩があって、実は割れてます。これも一応一等石の一部やな。でもこれ中入ったらあかんという、まあ、危ないしな。中とか入るやついるんだろうな。こうロッククライミングしようとする気違いとかいるんだろうね、ここで。だから禁止されてるんやろな。すごいね。これ地震とかあっても倒れてこないってこと？転がってないとバーン来そうやな。このスケール感は多分動画では伝わらないと思うけど、ちょっとこの狛犬も日本狼っぽいね。これ何ここ？なんか自販機あります。謎の自販機が。熱々ランチ、これ結構レアじゃない？自販機初めて見ましたね。まあこれ温めて出てくるタイプの電子レンジタイプのやつかな。ビーフカレーと、これ何？五目ご飯、あとソース焼きそばソース焼きそば。紐を引っ張るだけで一発加熱だからあれか、箱の中に石灰と水が入ってて、で紐引っ張ったら水が出て石灰と反応して加熱するっていうやつか。ランチボーイ。それ車通るからちょっと危ないな。これでも使えないっぽいね。動いてないよね。これ値段見て、これ650円、めちゃくちゃ高いやん。650円めっちゃ高いなこれ。これ買うやつおらんやろなんで650円高えな。普通コンビニっていうかすき家とか行くやろ、松屋とか。こんなちょっと行ったらもうあるやん、なんか今時は。だからこれ昭和のこういうのは、これ昭和ではないけど平成初期かのやつが自販機。さすがにもうこれも流行らんというわけです。でこの中の休憩所みたいなところで食べるというやつ。これ一応なんか廃墟っぽいけど使われてるんかな。さすがにこのソファーに座るのは無理やな。きついや。はい、今いるのが奈良県の東吉野村です。でここからはですね、今回はですね東吉野村というと、日本狼が最後に目撃された場所、前か走りながら行きます。よっしゃ行くぜ。奈良県吉野村、東吉野村といえば日本狼の最後の目撃場所、現場がある、目撃例があるとこですね。日本狼って、昔日本にいた狼、日本狼の像っていうのがありまして、道路沿いにあるんですよね。でそれが、日本狼を忠実に再現している大きさなので、それちょっと見ていきましょう。あっと驚く、日本狼っていうとイメージするのがやっぱり、狼っていうから凛々しい姿、ね、犬の、いわば
シベリアンハスキーのようなキリッとした顔、ハイイロオオカミのようなちょっと獰猛な顔をイメージするけど、実際は、日本オオカミ、やっぱり日本に住んでる動物って温厚そうなやつ、やっぱり体もちっちゃいしね、なんなるんだろうね。日本ザリガニ、日本固有に住んでる、北海道の方に住んでる日本ザリガニっていうのがいるんですが、日本ザリガニもこんなちっちゃいし、色も地味なんですよ。で、かなり、高温になるとすぐ死んじゃうというかなり弱い生き物なんですけど、アメリカザリガニと大違いね。でもこういうとこ行くと確かになんか日本オオカミ今でも住んでてもおかしくないなと思わせる雰囲気があるんやけどな。さすがにあれやな、杉林で動物が暮らしていけるわけがないんですよね。今クマとかすごい町に降りてきて問題になってるけど、ツキノワグマあれもやっぱり山の中にどんぐりとか柿とか食べるもんがないんですよね。メガソーラーとかでメガソーラー宅地開発、あとは杉ヒノキの植林、これでこの合わせ技でもはや食べるもんがないと、山奥にも。だから人里里山まで降りてきて柿の木に実っている柿を食べたりしてる。じゃないと死んでまうからな、冬場冬眠できなくて。ちょっと遅いスピード。これでもあとああいう柿の木ね、ああいうのを食べに来てんだよ、山の奥から。山奥には杉ヒノキしかないからな。杉ヒノキなんて何も食べれないからね。だから対策法としては杉ヒノキを伐採して、花粉症の原因ともなるから、杉ヒノキを伐採して国策で伐採したのは木材を売ればいいだけやん。でその伐採した後には、後の山はクヌギとかどんぐりになる木をシイの実とかそういうのを植えていくと、秋頃には実るやん、どんぐりとか柿の実とかで、クマは山奥でも食料確保できるという。あとはなんかイノシシが増えすぎて、でどんぐりとか全部イノシシが食べちゃって、クマが食べる分がないという説もあるんやけどね。鹿やイノシシが増えているのは日本オオカミがいないからなんですね。日本オオカミがもしいれば、鹿やイノシシは頭数制限されるやん、食べられて。食物連鎖で食べられて頭数制限されるからそんなに増えることはないんですが、人間に都合の悪い生き物として、日本オオカミがいたので、それ全部駆除されまして、狩り尽くされまして、そして今絶滅した。その結果が今のイノシシ、鹿爆増からのクマ、餌なし山降りてきて、人の家の、庭になっている柿の実食ってたらばあちゃんビビってなんかダッシュとかして、それに反応して襲っちゃうっていう事故ね。だから人間生きていく上で日本オオカミなんか山にいたら危ないから、子供とか襲われてやばいからって言って、駆除した。それも理由としてはね、分かりますか。種として絶滅させるというのは野蛮すぎますよね。ニホンカワウソはそこら辺の川に昔いたカワウソなんですが、可愛らしいね、あれも毛皮が取れるということで、毛皮が売れるということで、貴重な収入源。山奥ではもう金稼ぐ手段がないので、カワウソ取ってで毛皮にして売っとったって。タヌキとかもそうやんな。この辺りに日本オオカミの像がありますので、それ見ていく。ここ駐車場ありますので寄りましょう。はい、到着。オオカミは滅び。見てある。天皇陛下ご一行。天皇陛下見に来たんや、日本オオカミの像。
看板もあります。でここにあるこれがニホンオオカミの像なんですね。これなあ、まあ、これちょっとね美化されてるよ多分。美化されて石像だから美化されてる、綺麗にじゃかっこよくしてある。ニホンオオカミの剥製見たことあるんですけど、もっとね普通の柴犬みたいな顔しましたから、これちょっとかっこよすぎますね。牙でもサイズ的にはほんまに柴犬くらいでも頭がちっちゃいのが特徴なんかな。でも剥製はねなんか骨格的にはね柴犬とはまあ変わらんような骨格してましたけどね。腕とかこんなん、まあ、足はでも野生やから多分筋肉とかすごかったよな。尻尾が長いのがオオカミの特徴ですね。これでバランス取ってるという、山とかで急斜面とかで駆け抜けるのにこれが有効らしい多分。でこれはオスですね。オスですねこれは。こういうのはいたんだな。しかもこいつらオオカミ犬飼やから群れになって襲ってくるから、山とか行った時にまあ56匹の群れになってこういうのが追いかけられるというね。野犬に追いかけられたことのある人ならその怖さはわかると思うけど、まあ、今最近は野犬はいないけどねあんまり。というわけでこれがニホンオオカミで、昔この辺りに住んでたんですね。この山の奥、こういうとこ杉林になる前かな。まあ戦時中にねまあ資源がないということで山切り倒して全部杉とか植え替えたからでこういう山になってしまったけど、以前はこれも自然林だったんでしょうね。じゃあねニホンオオカミの像を見た後もう一箇所ねニホンオオカミポイントがありますのでそちらに行きたいと思います。ポイントといっても大したことないけどな。普通に通り過ぎるようなポイントや。古民家あるいっぱい。なんかこういうのほら雰囲気抜群やけどもう通り過ぎるぞ。今回の目的地はあくまでもニホンオオカミの関連なんだ。だからこういうとこ走ってニホンオオカミこういうとこにいたんだろうねっていうのを肌で感じることができるね。やっぱりちょっと一本道それるとすごいディープゾーンが広がっておるな。天中組物騒な名前やな。天中組が天中されたんや。俺たちが天中組だとか言いながら自分たちが天中されてしまったんです。ニホンオオカミ確かにこういうとこ走るといたっぽいな。いたんじゃなかろうかで、今でもいるんじゃないかという人もいるけどね、さすがにそれはないやろな。この近くにありますニホンオオカミのポイント、もう1ポイントありますね。はい、到着しましたね。ニホンオオカミ最後の地、東吉野村の看板、ここがねニホンオオカミ最後の地で、なんか説明文あるんやけど、東吉野村ニホンオオカミ像のご案内。自然環境の変化や人間生活の多様化により多くの野生生物が姿を消しています。明治38年に捕獲だから明治の時点でもう絶滅してたよね。明治38年に捕獲されたニホンオオカミも、動物学上最後の記録となっています。現在もなおイギリスロンドン自然博物館にてニホンオオカミの資料が保管されています。
剥製があるってことね。村ではかつて高台山脈を方向したニホンオオカミの雄姿を像にし、さっきの像ですね。ニホンオオカミ最後の地。1905年明治38年1月23日、東吉野村現小川で捕獲された若いオス、後に標本として現存が最後のニホンオオカミとされる。現在のそのニホンオオカミは標本となり、イギリスのロンドン自然博物館にて収蔵されている。イギリスにあるの。ここに看板あるってことは、こういうとこにいたんやろね。最後の一匹がオスっていうのがもう絶望的やな。メスやったらまださ、もしお腹に赤ちゃんおったらそっから動物園とかで増やせたかもしれないのに、雰囲気あるね。確かにこういう景色見るとニホンオオカミ見たんじゃないかなって思いますね。今でもいそうやね。まあさすがにいないと思うけど、いても不思議じゃねえよなこれ。この感じ。ニホンオオカミとかニホンオオカミいそうですね。この感じ。これやばいやろ、このポイント。そんなに山深くもないのにこんな状態で、この橋行けんのか。これ怖いな。この橋怖いな。めちゃめちゃ怖いですね。じゃあもう一回ニホンオオカミの像をもう一回見ていきます。日本最後のニホンオオカミ、東吉野村で見つかった若いオスということで、とはいえやっぱでかいね。そうでもないか。こんなんやね。犬くらい。普通柴犬くらいの大きさ。で、頭はやっぱちっちゃい。って感じです。見てこれ。英国より派遣された東亜動物学探検隊の、マルコム・アンダーソンに8円50銭で買い取られた。で、大英博物館の標本となっています。ニホンオオカミの剥製な。8円50銭。当時の、明治の時代の値段で言ったら何本ぐらいなのかな。で、ニホンオオカミは最後にいたであろう、自然の中を走ってきましたが、今でもいるのかもしれんな。ただの野良犬かもしれんが、野犬を見ただけかもしれんがな。で、こっからどうするかやな。こ廃校やな。すげえ木造校舎の。しかも結構新しくはないか。中は資材置き場なんか。なんでテレビちゃうから電子レンジ箱とか置いてあるな。もう物置になってんやな。物置っていうか集会場みたいな。建物は残ってるけど中身こんな。これなんで自転車とかあるんやろな。物置。ドラム缶がありますね。これ中に何入ってるの。
という感じ。まあ、小学校だと思うけど、古民家ではないよね。よし。屋根がちょっとなんか落ちてるな。すごい曲がってるよな。歪んでるな。ここもなんかやばいな。草に覆われてる。いつのやねん。すごいね。ここだけで町が成り立ってた時代があるんや。銀行とかもあるもんね。銀行とか、これ山なのに、ちゃんと町になっているもん。山なのに町になっている。